はい、こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー。たくさんの貝たちっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。たくさんの貝たちっていうことでね、今日は市場に行って貝をたくさん買ってきました。ドドーンといっぱい買ってきましたよ。まず紹介します。まずこちらが真牡蠣ですね。産地がこちらが仙鳳市の牡蠣でございます。ブリッブリのクリーミーなやつ買ってきました。で、その下がホタテですね。で、その下がハマグリ。で、その横にホッキ貝で、その上、これが大アサリですね。5種類の貝たち買ってきました。で、今日はこちらの大量の貝を使って、もう具材貝だらけのゴロゴロシチューを作っていきたいなと思います。貝の旨味だらけのやつ、絶対うまいでしょ。秋と言ったらやっぱりシチューが食べたいんですよ。で、今回はですね、そのシチューだけじゃないんですよ。こちら、でん！朝日さんからこちらいただいちゃいました。生ジョッキ缶、大生。これ僕ね、ジョッキ缶が発売された時から、これ大きいのも出てほしいなーって思ってたんですよ。さすが朝日さんですね。よくわかってらっしゃる。飲み応え抜群の生ジョッキ缶来ました。このサイズ感がとてもいいです。こちらの生ジョッキ缶、大生も実食の時に楽しんでいきたいと思います。そしたらじゃあ、まずこちらの貝を今日は全部剥き身にします。さすがにこれ全部は入んないと思うんで、10個ぐらいずつ剥いていきますか。本当に今日揃えた貝は全部旨味が強いんですよ。どれも主役でいきますからね。そういった旨味の濃いものを5種類集めました。最高なシチューができるんではないかなと思います。よし、では剥いていきましょう。そしたらまずは牡蠣から剥いていきましょうか。牡蠣はここに貝柱がありますんで、牡蠣ナイフを刺して、で、牡蠣ナイフをテコの原理でクッと上に軽く上げます。そしたらスライド。カリカリカリ。はい、貝柱がこうやってカツッと切れたら、外頭膜を下に下ろして、パカッと。そしたら、ここにどうしても破片がついちゃうんで、破片だけこうやってチャカチャカチャカっとここ洗います。ほら、こんだけ破片が出ますんで。そしたら下の貝柱も断ち切って、ポロンと。もう一個いきます。入れて、カリッカリカリッとして、はい、開きました。パカッと。お、これいいな。やっぱ仙鳳市の牡蠣って本当に身入りがいいですよね。牡蠣フライとか加熱用で食べるんだったら、もうほんとこのぐらいがうまいですよね。はい、こういう感じでどん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 剥いていきます。はい、牡蠣が剥けました。次は大アサリいきましょうか。そしたら大アサリは一回割っちゃいます。バスッと。中に砂が入ってる可能性が高いので、もう基本的には大アサリはね、もう割っちゃうことをお勧めします。で、バーベキューとかの時も、この1個丸ごとボーンと置くんじゃなくて、この貝はね、絶対割って、この状態になったら、お水でね、こうやって洗ってあげる。裏とかにね、砂がたくさん噛んでますんでね。で、くるっとして、はい、こんな感じ。そしたら今日シチューなので、さらにむき身にしていく必要があります。貝柱がここ2つありますんで、1個。そして2個。はい、これで完成ですね。で、ちょっと具材として大きいなと思うんで、半分に切りましょうか。このぐらい。こういう感じで大アサリもどん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 剥いていきます。はい、剥けました。そしたら次はホタテ。ホタテはもう簡単ですね。僕のチャンネルで何十回もやってます。こう見たときに浅い方、こっちに包丁を入れます。そしたらこの鱗を外します。V の字に入れて、クリッと取ります。そしたらこれを洗って、もう片方の貝柱を外したら、はい、ホタテのむき身の完成。これもちょっと大きいので半分に切りましょうか。こんな感じで。そしたらお次はホッキ貝。ホッキ貝は、こっちが水管が出る方。で、こっちがお尻ですね。ほんで、ギチッと締まってる状態でも、この水管が出る穴だけは、こういう風に穴が開いてて、ガラ空きなんですよ。なんで、ここからナイフを入れて、で、ここら辺に貝柱があるんで、こう入れたら、ここまで持ってきます。
で、貝柱を外して、で、そのまま移動させて、で、こっちの貝柱も断ち切ると。入れます。貝柱を切る。はい、そうすると、ガコッと開きました。開いたら紐の裏にナイフを通して、こっちまで移動。で、移動したらここに貝柱がありますんで、ここも断ち切ると。で、パカッと。綺麗な身が出てきました。そしたら、残りの貝柱も、1。で、紐の裏通して、2と。で、むき身の完成ですね。で、ホッキ貝も泥噛んでる可能性がありますんで、まずは紐と玉を分けます。で、貝柱を取っちゃって、ここで膜を切ると。こんな感じ。そしたら紐のところにこういう皮がついてますんで、皮も取っちゃいます。水管のとこにも皮がついてますんで、皮取っちゃいます。はい、これで紐の仕込みの完成。そしたら次、玉ですね。玉はもう半分に切っちゃいましょう。半分に割って、で、内臓を出して、今日シチューなんで内臓ついててもいいですけどね。僕は取っちゃいます。プリプリプリっと。はい、取りました。そしたらザクザクと好きな大きさに切ると。はい、こんな感じでホッキ貝の仕込みの完成。そして最後、ハマグリですね。ハマグリはこれむき身にするの大変なので、一回これを蒸しちゃいます。蒸して、汁と身に分けます。寸胴鍋にたくさん入れます。で、こちらのハマグリはきれいに洗ってあります。千葉県産の朝鮮ハマグリですね。で、これ水は入れずに、蓋をして無水で火にかけていきます。そしたら口が開くまで熱していきます。はい、では口が開きました。ほら、こんなにね、スープが出るんですよ。まずはスープを抽出。うわー、これいいスープが取れてる。ハマグリ 100% ですからね。そしたらあとは、こうやって身を外してむき身にしていきます。はい、ではこのように仕込みが終わりました。ホタテ、カキ、ハマグリ、大アサリ、ホッキ貝ですね。そしたら貝だけじゃなくて、ちょっと野菜とかも入った方が美味しいと思いますんで、野菜を切っていきましょう。まずはほうれん草。で、お次はしめじ。で、お次は玉ねぎ。で、今日は貝がメインなんですけど、ちょっとお肉要素も入った方が美味しいと思いますんで、ベーコンを入れていきます。ベーコンを刻んで、そしたらあとはこれらの具材を鍋にぶち込んで、ルーを落とせば美味しいシチューができます。油。まずはベーコン。お次は玉ねぎ。で、しめじも入れます。油をよーく絡ませながら炒めていきます。はい、ざっくり火が入りましたら、水気を入れていきます。あとはルーの分量通りに作っていくんですけど、貝からすごく水分が出ます。なので今日はね、たくさん作ろうと思ってるんで、1.5 リッターぐらい水を入れます。で、ハマグリの汁がこれ 300cc ぐらいあるんですよね。で、ホッキ貝、大アサリ、ここら辺からもすごく水分が出ますので、水はね、ここにプラスで700ぐらい入れますか。300、600、こんなもんで。で、この貝スープを、スワーッと流します。まだルー入れてないのに、もうルーを入れたような色合いになってますね。そしたらそこに、あとは貝を入れていくと。まずはホタテ、ドーン。ハマグリ、ドン。ホッキ貝はちょっと多いんで半分にしておきますか。で、大アサリ。大アサリもちょっと多いので、半分にしておきましょう。すごい感じになってきてる。ほんで、牡蠣ですね。で、牡蠣はあえてこの汁は入れません。ちょっと塩味が強いと思うんで、牡蠣は身だけで。生牡蠣のこの水分ってほぼ海水なんで、牡蠣は身だけ入れていきます。やばい、超具だくさん。この感じわかりますか？ほら、もう全部貝だらけ。夢のようなシチューができるな。
そしたらこれでコト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 煮込みます。さあできましたよ。めちゃくちゃいい匂いする。もうこれで完成形じゃんっていう匂いしますね。めちゃくちゃ濃いクラムチャウダーの香りがしますね。そしたらここにシチューの素、今日は顆粒を入れます。さーっと。本当は小麦粉練ってルー作ってもいいんですけど、あんまり上手にいった試しがないんですよね。なんで今日は絶対失敗したくないのでルーを使います。おー、いい感じ。そしたらここに牛乳も1カップ。さーっと。混ぜ混ぜ。そしたらこの前北海道で買ってきたこのトラピストバター、これを入れていくと。バターはちょっと多めに入れますか。わあ、いい匂い。これはたまらない。そして仕上げにここにほうれん草をどさっと入れたら、5種類の貝たっぷりシチューの完成。そしたらこちらを盛り付けていく。今日はね、マグカップにこう入れて、そしたらパイシートを乗せて、グッグッグッとやって、で卵を溶いて、でここにぬりぬりと。でこちらをオーブンで焼いていきます。そしたら200度に予熱しといたオーブンの中にこちらを入れていきます。よいしょ。そしたら180度で15分ぐらい焼いていきましょう。はい、じゃあできましたと。おお、いい感じですね。あっち、熱かった、びっくりした。できました。いい感じです。湯飲みバージョンもいい感じ。これで貝たっぷりシチューのパイ包み焼きの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。シチューだけだとちょっと寂しいなと思ったんで、浜焼きも用意しました。バターをたっぷりのせて、うわ、贅沢。ほんでこっちがお醤油、こっちがお酒ですね。お酒をちょっと入れる。大あさりにもちょっと、そしてそこに醤油も垂らす。大あさりにもちょちょ。牡蠣はそのままでいきますか。何もつけずに。うお、いい感じ。じゅわーっとしております。じゃあもうすぐこれはできるんで、先にこちらパイいきますか。じゃあいきますよ。おお、いい感じ。パイを崩して中に入れると。こっちも。おお、うまそう。そしたらこの中からゴロッゴロの、これは牡蠣ですね。じゃあこちらいただきます。うわー、やば、味濃っ、うんまっ。このシチューのこのスープがやばい。これちょっとね、濃すぎるぐらいです。でもお酒と一緒に行くんだったらこのぐらいの濃さは最高よ。うんまっ。このスープ全体が貝のエキス、肝臓に優しいんだろうなーって味してますよ。お、次ハマグリが出てきましたね。ハマグリと一緒に。うんまっ。でね、このパイと一緒に食べるとまたうまい。これちょっと角を落として、サクサクのパイと一緒に。お、次はホタテが出てきた。これ食べてて楽しいですね。いろんな貝が出てくるんで。うわ、
ずっと飲んでたいこれ。ちょっとバケットにつけますか。バケットにこうディップしてしっかり吸わせていただきます。うまい。やっぱこんだけ味が濃いからバゲットとよく合うわ。うんまっ。これね、貝好きの人絶対たまらんと思う。悶絶するんじゃないこんな食ったら。うますぎるもん。じゃあ次は浜焼きいきますか。ちょっとネギも散らします。ささーっとね。で、忘れてた大あさりにはマヨネーズ。さーっとネギとマヨネーズ、これがうまい。じゃあまずはこちらのバターひったひたのホタテいきますか。こちらいただきます。うめえ。これは間違いないですわ。で、食べたらまたここにつけてこれをいただきます。最高。そしたら大あさり、こちらいただきます。うまい。大あさりはもっとメジャーな貝であってほしい。もっとね、このうまさを皆さん知ってほしいわ。でもあんま知られちゃうとでもあれか、物がなくなっちゃうから、このぐらいの知名度でいいか。美味しいです。じゃあ牡蠣行く前に冒頭でもちょっと紹介させていただいたんですけども、こちらでん、銀色のやつ、生ジョッキ缶大生バージョン。見てください。こちら今回はね、大きくなって大生です。僕このぐらいのサイズ感が大好きです。もうほんと用を出してくれたなと思いますね。ありがとうと言いたいです。僕みたいな考えの人多いと思いますよ。じゃあちょっと開けていきますね。僕初ですからね、これ。いきますよ。うおー、すげえ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 。もこ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 っと出てきましたね。さすが素晴らしいです。よっしゃー。ほら、これ見てください。この開けた時の泡の感じが最高で、大生だと泡立ちが2倍なんですって。じゃあこちらいただきます。うめえ。この大きい感じがまさに大ジョッキ。生ジョッキの醍醐味って豪快にゴクゴク喉を鳴らして飲むのが一番じゃないですか。この大生だとそれがめちゃくちゃ感じられる。この満足感がすごいな。ほんでね、泡のクリーミー感もすげえたくさん感じれていいですね。なんか泡がとっても多い気がします。めちゃくちゃうまい。で、時間が経っても手でこういう風に包むと、ほら、もこ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 ってこのクリーミーな泡が復活してくるんですよ。すごないですか。で、これ復活したらこれを飲むといただきます。最高だね。めちゃめちゃ生ビールですわ。中身はいつものスーパードライなんですって。それはうまいわ。よし、じゃあ牡蠣いきましょうか。僕の大好物の牡蠣。うお、いい牡蠣だ。じゃあもうこれはね、何もつけずにいきます。天然の塩味のみで、もうそれだけでもうまいですからね。これもう火が通ってもこんな全然縮まってないですからね。こちらいただきます。まっ。やっぱ先鋒市の焼き牡蠣は別格。マジでうまい。からの大生。で、こちらの大生なんですけど、しっかり冷やして飲んでくださいね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は5種類の旨味が強い二枚貝ピックアップして、もうそれを大量に入れてシチューを作ってみましたけども、めちゃくちゃうまかったですね。最高でした。ちょっとね、あれはね、味が濃すぎるなっていう人もいるぐらい、
そのぐらい味が濃かったですね。まあ、あれは完全酒飲みのシチューですね。最高でした。今日はこちら、朝日さんからいただきました。生ジョッキ缶大生バージョンをいただきましたけども、いや、ほんと居酒屋さんで頼む大生って感じでしたね。すっごいクオリティでした。もう居酒屋にいるみたいな感じでね、こう、ご飯食べながら、すいません、大生一つって言いたくなりますよね。今日飲んだ大生ですけど、シチューとの相性も良かった。もう本当に何でも合いますよね。洋風にもしっかり合ってくる。それがゲロのやつ。大生バージョン。ほんでこの大生は泡立ちが2倍以上なんで嬉しいですよね。この泡好きの僕としてもありがてえ商品ですね。皆さんも大生やってみてくださいね。で、この大生なんですけど、しっかり冷やしてお飲みください。大生、僕の一押しです。ということで、家でもめちゃ楽しめる生ジョッキ缶大生をこの週末に楽しんでみてはいかがでしょうか。見つけた際は飲んでみてくださいね。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。